皆さんどうもこんにちは、オックスアウトです。今日皆さんにねご紹介するのは、こちら、種類から新しく発売される、75mmF1.8 のアナモルフィックレンズになります。アナモルフィックレンズっていうことなんで、このレビュー動画もですねちょっとねシネマスコープでやっていきたいなというふうに思います。今使ってるのはちなみにアナモルフィックレンズではございません。で、僕過去にですね、50mm のアナモルフィックレンズの、レビューをさせてもらっているんですけれども、そちらの動画の中でですね、アナモルフィックレンズっていうのが、一体どういうレンズなのかっていうのは、詳しく解説させてもらっているので、ぜひですね、まだそちらの方を見ていないという方はですね、リンクが、この辺にどっかあると思うんで、ちょっとね、そちらの方を、ご覧いただければなというふうに思います。で、簡単におさらいすると、アナモルフィックレンズっていうのは、シネマカメラとかで使われているようなレンズで、1本がですねめちゃくちゃ高いんですよ。もちろんいろんな種類はあるんですけれども、安いものでもなんか3、40万とかで、高いものだったらもう100万超えるとかっていう、そういう趣味とかではね全然手が届かないような、価格帯のレンズになっているんですけれども、この種類のアナモルフィックレンズは、日本円で10万円を切る価格で発売されているレンズになっているので、めちゃめちゃコスパのいいレンズとなっていて、アナモルフィックレンズに憧れをねちょっとね持っている方なんかにはですね、非常に魅力的なレンズになってるんじゃないかなというふうに思います。アナモルフィックレンズの特徴といえばね、やっぱりなんといってもその写りですよね。こういったね楕円形のボケ玉だったり、あとはこのね横一直線に伸びるやっぱフレアですよね。これがですねアナモルフィックレンズの特徴になってます。で僕ね毎回レビューをするときに大体こう作例を作るんですけれども、種類のアナモルフィックレンズの作例、他の方どんなの作ってるかなと。でやっぱりね皆さんね大体夜撮影されていて、特徴的な楕円形のボケだったりだとか、そのフレアっていうのを見せるために、そういった作例になってるんだとは思うんですけれども、アナモルフィックレンズって基本夜使うレンズなのかって言ったらね、当然そんなことはなくて、科学的な根拠みたいなのは全然ないんですけど、このレンズで撮った絵っていうのが僕はやっぱすごくその取って出しがねシネマっぽいなって、これ前も言ったんですけど、じゃあアナモルフィックレンズで撮れば主婦がただ単に家の中で家事をしてても映画っぽくなるんじゃないかなと思ってですね、はい、今回の僕の作例はですねリコさんが家で家事をしているっていうだけの作例になります。でもねそれが映画っぽくなってるかどうかっていうのはですね皆さんにちょっとねこれを見て確認してもらえればなというふうに思いますので、ちょっとねこちらをご覧ください。ヤシャスヤシャス
はい、どうです？本当にね、家事してるだけの動画にはなるんですけど、いや、違うんですよ。っていうのも、これ本当はですね、外に撮影行く前に、ちょっと家の中でこのアナモルピックレンズのテストをしてみようと思って、本当は撮った映像なんですよ。ただね、その出来上がりがすごく良かったので、もうむしろ、こういったね、ただ家の中で家事してる映像でもシネマっぽくなるんだって言った方が、皆さんにね、このレンズの魅力がちょっと伝わるんじゃないかなと。で、もちろんね、カラーグレーディングとかはしているんですけれども、やっぱりこの写りっていうのはアナモルフィックレンズのおかげかなというふうに思います。この種類のアナモルフィックレンズは APS-C 用のレンズとなっているので、今お見せした動画っていうのはですね、僕が普段使っているソニーの α7S3 とかではないです。撮ったのはですね、このソニーの α6400 でさっきの動画撮りました。このね APS-C であれだけの映像が撮れちゃうんですよ。で 75mm なので APS-C 換算するとこのレンズはですね、だいたい 110mm ちょいになるのかな。なのでちょっと中望遠とかっていう、そういった画角のレンズになってきます。そこはね好き好きかなというふうに思うんですけれども、今回ね撮ってみたこの家の中での撮影っていうのは逆にこう家ってこう広く映しすぎちゃうと、生活感が出ちゃったりとかするので、いろいろ散らかってたところもあったんですけど、そこはうまく切り取って使うみたいな、むしろ、すごいねいい感じに撮れたんじゃないかなというふうに思いました。あとF1.8 っていう明るさもですね、ちょっとねもう夕方少しね日が陰ってきたタイミングで撮ってたシーンもあったんですけれども、そういったシーンでもですね非常にね明るく撮ることができましたし、すごくね背景ボケも綺麗でした。で、あとこのレンズ自体なんですけれども、そこまでね見た感じ、めちゃめちゃちっちゃいっていうレンズではないです。ちょっとね長いかなっていう気はします。僕が普段使ってるソニーのレンズと比べては。でさらにねこの筐体自体がですねすごくしっかりとしたアルミでできてます。なので合成もすごいしっかりしてるんですけれども、その反面ちょっと重いかなっていう気はします。ただ、アナモルフィックレンズってね基本そもそもめちゃくちゃ重いレンズなので、それと比べれば非常にね小型軽量なんじゃないかなっていうふうには、思います。で最短撮影距離はですね1.2 メートルとなっているので、そんなに寄れる距離ではないですね。ちょっとね家の中でやっぱり撮影して 75mm ってなってくると壁際ギリギリなんていうことはね多少ありました。でこの 75mm が対応しているマウントなんですけれども、主要なねメーカーのマウントっていうのはほぼほぼ全て網羅していて、ソニーの E マウントの他にキャノンの EF-M マウントだったり、ニコンの Z マウントだったり、富士の X マウントだったり、あとマイクロフォーサスだったり、ほぼほぼ全てのカメラで使うことができます。であとですねこれは別にこのカメラの問題でも何でもないんですけれども、ソニーの α7S3 はですねこの APS-C モードで撮影をすると4K で撮影することができないですし、あと 120fps で撮影しようと思っても、10ビットが使えなかったりと、ちょっとねそこは物足りないなって言っても別にこのレンズの話ではないんですけれども、そこはですねしょうがないかなという気はします。フルサイズをねお持ちの方はですねそのあたりちょっとね確認した方がいいかもしれません。で最後にですね僕がアナモルフィックレンズで撮った素材っていうのを、パソコンの編集ソフトの中でねどうやって適切なこのアスペクト比に戻してるかっていうのを、ちょっとお見せしたいなというふうに思います。僕が使ってるソフトっていうのが、ダヴィンチリゾルブになるので、それ以外のねソフトを使ってる方はちょっとごめんなさいなんですけれども、そちらの方はね多分ネットとかにYouTube とか探せば出てくると思うので、そちらの方を確認していただければなというふうに思います。じゃあねちょっと早速やっていきます。はい、そしたらまずね取った素材っていうのをこのメディアプールの中に取り込んだらですね全部選択して右クリックをするとですねその中にクリップアトリビュートっていうのがあります。出てきた最初の画面の中にですね、上から3つ目ぐらいにピクセルアスペクトレーショっていうのがあります。で通常だとこれがスクエアっていうのになってると思うんですけれども、上の方にですね1.3x アナモルフィックっていうのがあるのでこれを選択して OK を押します。そうすると今選択してたクリップっていうのはもうすでにちゃんとねアスペクト比が修正されてます。でこれをこのままタイムラインに放り込んであげると、はい、ちゃんとね正しい比率で表示されています。すごく簡単にできるので、あとはもうねこれで編集していくだけです。
はい、というわけでこの種類の 75mmF1.8 のアナモルフィックレンズのレビューは以上となります。で現在ねこのアナモルフィックレンズインディーゴーゴーの方ですごい安く手に入るキャンペーンをやっているので概要欄の方にねそのリンクを貼ってあるので、興味のある方はですねぜひそちらの方を見ていただければなというふうに思います。はい、じゃあね今日の動画は以上となります。どうもご視聴ありがとうございました。ピース。